どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、フィルター選びは何を基準にしていますか？フィルターにもいろいろな種類があるので一概には言えないですが、基本的に自分の用途に合ったものを選ぶと思います。水草水槽をしたいのであれば CO2 が逃げにくい外部フィルターを選んだり、生態メインで安価で高性能なろ過を期待するのであれば底面フィルターを選んだり、正直ここら辺に関しては今更語るべくもないレベルで常識化しているため、今回の動画ではお話ししませんが、皆さん共通して言えることはできるだけ安く済ませたいというところではないでしょうか。そうなってくるとフィルターは限られてきます。その中でも一番ポピュラーで初心者が最初に使うであろうフィルターは外掛けフィルターなのではないでしょうか。自分も金魚から始まったアクアリウム生活で最初に使ったフィルターはテトラの外掛けフィルターでした。それだけアクアリウムの間口としては優秀な外掛けフィルターなんですが、いろいろ問題もあります。今回はそんな初心者からお金をあまりかけずに水槽を増やしたい人に向けて超絶おすすめな商品とその商品に対する注意喚起をお話していきます。知らないと絶対に後悔する内容なので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今回真っ先にお伝えしたいのは、自分が外掛けフィルターの中で今ぶっちぎりでおすすめしたい製品についてです。それが何なのかというと、こちら JEX スリムフィルター DCX シリーズ。価格は M サイズで1600円。こちらは自分が前々からおすすめしていた JEX スリムフィルターの最新製品です。以前動画でも詳しくスペックなどを紹介しているので、もしこの動画を見て購入を検討してくださった場合は参考にしてください。この JEX スリムフィルター DCX シリーズ、基本的にスリムフィルターと見た目は変わらないんですが、絶対に DCX シリーズを買ってほしい理由があるんです。その理由をお話しする前に、JEX スリムフィルターとはどんな製品なのかをお伝えします。このフィルターは先ほどお話しした通り、外掛けフィルターに分類され、価格も安くスタイリッシュな見た目が人気な製品です。自分は30センチキューブ水槽すべてをこのスリムフィルターにしていたくらいにはヘビーユーザーだったので、その魅力や欠点などは余すところなく語れます。実際に使ってみればわかるんですが、他のフィルターよりも目立たずスリムなくせにろ過総容量が多く、カスタマイズの幅も広いというのがとてもおすすめです。基本的に付属のろ過剤をいくつか組み合わせて使うようになっているんですが、そのろ過剤の種類もいろいろで、活性炭マットやバクテリアマット、苔抑制マットから軟水化マットまであります。正直外掛けフィルターは付属のろ過剤を使っているとランニングコストがとてつもなく悪く、長期的に使っていくのであればカスタマイズ前提みたいなところがあるんです。かくいう自分もこのスリムフィルターに生物露剤を入れて運用しており、純正のマットを使っていたのは底面フィルターと直結していた時くらいでした。ただそんな面倒で難しいイメージがある外掛けフィルターのカスタマイズも、こうやっていろんなろ過剤が販売されていることによって既製品の中から自分のスタイルに合ったものを選ぶことができるようになってます。そこからランニングコストを下げたいという要望が生まれた場合はいつでもカスタマイズできるので、そういった意味でも優秀です。昔からある外掛けフィルターはほとんどが単一のろ過剤しか入っていないため、選択肢がないのが難点だったんですよね。そんな中、フィルターの形は変えずにいろんなろ過剤をリリースできたのは、このスリムフィルターの秀逸なスタイルがあってこそです。このスリムフィルターは M サイズの場合、このように3つの同じ形の仕切りがあり、違うタイプのろ過剤でも全てに互換性が生まれるような構造になっています。これのおかげで新しくろ過剤が新発売されても同じ形で製造することで、どの仕切りにもはめ込むことができるようになっているんです。この自由度の高さは唯一無二で、L サイズにもなると4個ものろ過剤が入るため、
活性炭マット、バクテリアマット、苔抑制マット、軟水化マットみたいな4刀流が簡単に実現できます。セットできる数が豊富なため、これからも新たなろ過剤が販売される可能性を秘めた、ずっとアップデートされ続けるフィルターといっても過言ではありません。そんなめちゃくちゃいい感じの外掛けフィルターなんですが、唯一にして最大の欠点があったんです。それが可動音のうるささです。基本的に外掛けフィルターには2種類あって、ろ過槽内にモーターが内蔵しているモーター内蔵型と、給水側にモーターがついていて、水槽内に入っている水中内モーター型があります。外掛けフィルターに関しては、大体はモーター内蔵型の方が可動音がうるさく、水中内モーター型の方が静かです。しかし、この JEX スリムフィルターは、水中内モーターにもかかわらず音がうるさいです。ポジショニングなどをしっかりすれば割と静かにはなるんですが、頻繁にうるさくなる時が来ます。特に気になるのは、フィルターの蓋がモーターに共振するビビリ音。これが非常に耳障りで、愛用していた時代から切れそうになるくらい悩まされてました。最終的には蓋にビニールテープなどを緩衝材として貼り付けたりする涙ぐましい努力によってだいぶ軽減されたんですが、それも完全ではありません。このビビリ音さえなければ最高のフィルターなんだけどなぁと長年思っていたところが、今年新発売された DCX シリーズはその最大の問題点を想像の100倍以上改善してくれました。DC ポンプという静音モーターを採用することで可動音を限りなくゼロにしてくれて、なおかつ流量もアップするという近年稀に見るデメリットのない純粋な上位互換品。 USB 給電というのも昨今のトレンドを捉えており、声を大にしておすすめしたい外掛けフィルターです。スタイリッシュでスマートな見た目はそのままに、先ほどお話しした最大のデメリットを克服するどころか、外掛けフィルター界でトップの静音性を誇る製品に進化したこの JEX スリムフィルター DCX シリーズをぜひ買ってほしいというお話でした。と、ここで終わるわけではなく、先ほどから皆さんが気になっているであろう注意喚起の内容についてお話ししていきます。こんな火の打ちどころのない DCX シリーズなんですが、以前の動画ではお話ししなかった最大の問題点があるんです。それが旧製品と間違えることです。この DCX シリーズ、旧製品のスリムフィルターの正統後継機であるがゆえにパッケージが激似です。というかほぼ一緒です。初心者が見たらまず見分けつきません。旧製品はメーカー製造終了しているんですぐに見なくなるかと思っていたんですが、未だに販売されています。JEX は国内メーカーでもトップクラスのシェア率を誇っているため、ホームセンターなどでもよく見かけます。そんな初心者ホイホイなホームセンで同じようなフィルターが横に並んでいたら、安い方を手に取るのは必然です。確かに価格だけを追い求めれば安い旧製品を買うのも一つの手ではあるんですが、やはり長期間使っている自分からすると、その価格以上の価値があるから絶対に DCX シリーズを買ってほしい。アクアリウムを始めたての人が癒しを求めて水槽を買ったのに、フィルターの騒音問題に悩まされるのはあまりにもかわいそう。そんな問題を一発で解決してくれる製品が出たんだから、こっちをご利用しと言われてもいいからお勧めしたいんです。チャームなどの通販サイトを見てみても、同じメーカーから出ているため並んで表示されることが多く、今もなお間違えて購入してしまう危険性をはらんでいます。特に今注意してほしいのは、ホムセンでもよく売られている初心者水槽セットです。JEX はグラステリアの水槽をこのスリムフィルターとセットで販売していることが多く、製品の稼働率が悪いホムセンでは旧製品のものが売れ残っている可能性が高いです。フィルター単体であれば価格の差に違和感を感じて新製品の方を選ぶ可能性もありますが、セット販売だとしっかり中のフィルターを見ないとわかりません。最近になって自分の家の近くのホムセンにも
新しいタイプの水槽セットが並び始めましたが、全国各地で旧製品のセットが全てさばけているとは思えないです。セットは本当に意識しないとわからないので、マジで注意してほしいところ。今後、旧製品は見かけなくなると思いますが、変更されている最中にこういった罠があるので、皆さんもお気をつけください。というわけで、自分が今一番おすすめしている圧倒的静音性を誇る JEX スリムフィルター DCX シリーズ、マジでおすすめなんですが、旧製品と間違えないように気をつけてください。価格に関しても確かに若干高くなっていますが、M サイズでもチャーム本店で150円程度、SS サイズに至っては42円しか差がないので、間違って買ってしまうと本当に悲しいことになります。騒音問題があった旧製品ですらおすすめだったので、今自分の中で外掛けフィルターは DCX シリーズ一択になっている状況です。概要欄に商品リンクを貼っておきますので、外掛けフィルターの騒音に悩んでたり、旧製品を間違って買わないか心配な人はチェックしてみてください。というわけで今回はここまで。